こんにちは、あずです。今日もメイク&トークの時間にしたいと思います。ベースのメイクはもう終わったので、残りアイメイクだけなんだけど、で、今日ちょっと喉が、声が枯れてるので、いつもよりちょっとかすれてるっていうか、もしかして聞き取りにくいところがあるかもしれないけど、頑張ってわかるように喋ろうと思うので、よろしく。今日は、今日ね、喋りたいと思ったことがあって、日本には、他の国でも絶対そうと思うけど、日本では自分の見た目、顔とか体型とかそういう見た目、ルックスを好きになれないっていう子がすごいたくさんいるなって思って、ずっとそれは思ってて、私自身もそうだし、みんな誰でもどんなに傍から見て可愛い子でもコンプレックス持ってたりとか、自分のことが好きに、自分のルックスが好きになれないっていう時期はほぼみんな全員にあると思うんだけど、でも大人になってもやっぱり自分のルックスが好きになれないくて自信が持てないみたいな人が結構多い。本当に日本に限ったことじゃないんだけど、でも特に日本はそれが顕著だなって思っていたので、ちょっとチラチラどうやったら自分に自信が持てるようになりますかとか、自分のルックスがどうしても好きになれなくって自信が持てませんみたいなメッセージをダイレクトメッセージとかメールとかでそういう質問をいただいたりしていたので、今日はそのテーマについて話そうと思います。どうやって自分のルックスを好きになるか。ちょっとメイクするね。これ使います。何種類かその自分のルックスを好きになる方法はあると思うんだけど、私が思うに結構慣れで、本当にさっき言ったみたいにどんなに美しい可愛い人でも生まれた時からずっと何十年間も自分のルックスがずっともう好きで、常に私可愛い、私かっこいい、私美しいみたいな気持ちでいられる人っていうのはそんなにたくさんいないと思うのね。絶対絶対そういう傍から見てさ、美しいモデルとかでも、モデルとかだったら特にさ、他のたくさんの美しい人とさ並んで比べられる仕事だから、さらに自信がなくなったりすることもたくさんあると思うんだけど、それはいいや、それは置いといて、自分のルックスが大好きって感じでずっと来た人なんて本当にちょっとしかいないと思うのね。だからどんなにルックスが完璧に見える人でも絶対その人の中でコンプレックスはあるから、だからみんな平等、程度は違ってもみんな平等。人間にとって多分それは自然なことだから、コンプレックスを持つっていうのは。だってやっぱり他の人間と一緒に生きてると気づかないうちに自分と他人を比較しちゃったりとか、あとやっぱり今はメディアがあるから、テレビとかソーシャルメディア、インスタとかツイッターとかテレビとか、こういうルックスの人が美人、可愛いとかかっこいいとか、これが良しっていうされる像がね、イメージが常にあるから、みんなそれを見て、こういう風にならなきゃいけないんだってなんとなく頭の中で自分が気づかないうちに思っちゃうから、それが悪いんだよね。悪いっていうか、それが原因の一つでもあると思う。だからまずコンプレックスを持つっていうのはすごい自然なことであって、誰でもどんなに美しい人でもコンプレックスは多分持ってると思います。で、今日は私なりにいくつかチップスじゃないけど、私はこうやって、自分のルックスを好きになったよみたいな話をしたいと思うので、私の話をできたらなと思います。ちょっと皆さんの役に立ったら嬉しいなって思います。これ使います。はじめに私がおすすめしたいのは、ロールモデル、目標にする人を持つこと。でもその目標にする人を正しく選ばないと逆効果だから、正しく選ぶこと。私の場合はビヨンセとかだったんだけど、あと日本人だったら知花くららさん、私すごい大好きなんだけどが、外見的なこの人いいなっていう人だったんだけど、ビヨンセとか聞いたらさ、ビヨンセとか完璧じゃんって思うかもしれないけど、私が好きなのは、例えばビヨンセだったらその完璧なんだけど、子供産んだ後とかで日本人からしたらさ、結構太ってるなっていう感じの体型の時もあったし、でもそういう時でも常にさ、ビヨンセはすごい笑顔でさ、ハッピーそうで美しいんだよね。ビヨンセを見てて思うのは、体型がさ、ちょっと一般的に完璧ってされる、美しいとされる体型からちょっと外れても、ちょっともし太ったりしても、でも彼女は変わらずにすごい幸せそうで、それがすごい美しいなって思ったから、そういうところがすごい好きで、千葉のクララさんももっとミスユニバースジャパンだったから完璧なルックスなのかもしれないけど、でも彼女もその顔とかがナチュラルだし、顔がその完璧に例えばシンメトリー、左右対称っていうわけでもないんだよね。その目の大きさとかが違うし、でもそれがまたすごい可愛くて、私は千葉さんの顔すごい好きなんだけど、すごいナチュラルな美しさがあって、それがすごい好きだなって思ってて。
目が大きいから美人っていうのは、ほぼ日本人とか東アジア人だけの感覚なんだけど、今日本人目線で話をしてるから言うんだけど、彼女は多分、もし知花さんがもうちょっと目がちっちゃかったりとか、もうちょっとウエストが太かったりしても同じように美人だと思うのね。あの人はもう本当に性格美人っていうか、オーラ美人っていうか、もう美しいし、かっこいいし、ビヨンセとか知花クララさんとかは、ちょっと体型っていうか、ルックスが変わったり、崩れたりしても、同じように美人な人なんだろうなって私は思う。だから、それもあって私がすごいロールモデルにしていたんだけど、だからロールモデルを自分で決める時のアドバイスは、あまりにも外見がパーフェクトすぎる人を選ばないこと。自分でこの人の外見パーフェクトだなって思う人は選ばないようにすること。と、一人だけじゃなくって複数人、2、3人とか決めること。で、目標にするって言っても、崇拝するとかじゃなくって、参考にするって感じ。がいいと思います。あまりにも崇拝して、わあマジでこの人みたいになりたいっていうのは、またちょっと違うっていうか、あんまり健康的じゃないと思うので、そういうのはやめて、あくまでも、この人の雰囲気いいなとか、この人はなんで体型とかちょっと変わったりしても素敵なんだろうとか、リアーナとかもそうだと思うんだけど、リアーナもう顔もすごい綺麗だし、スタイル抜群だけど、太ったりもするじゃん、たまに体重が波があったりとか、そういう時でもすごい彼女はいつも綺麗だし、もうバーンってオーラがあるから、そういう人からはいろいろ学べると思う。必ずしもみんなにもてはやされるようなパーフェクトなルックスとか体型の人だけが必ずしも美しいわけじゃないっていうのを知るのはすごい大切だと思います。そして二つ目は、周りの人にどう思われるか、どう見られてるかっていう気にする、そういう思考を一切頭から排除するってことです。で、これは、日本に生きたらすっごい難しいと思う。それは私もすごいわかる。日本で25年間ぐらい生きたので、すごいわかる。すごい日本にいて無理だなって思うんだったら海外に出てみたらいいし、ちょっと長めの海外旅行とかでも十分助けになると思うし、自分と違う世界、違う常識とか違う感覚、美的感覚とか、人生観とかを持った人がいるところに入ったら、これは結構達成しやすくなると思うんだけど、周りの人がどう思うかっていうのを日本にいたらもう気にするのが当たり前になってて、もう毎日の生活の中で当たり前の部分になってるから、それはすごく悪い。もうストレスになるし、結局自分の人生だからね、自分が一番納得できるように、自分が一番幸せに感じられるように生きたもん勝ちだから一回しかないしね。だから、他の人にどう思われるかっていうのを気にするのはすごい無駄な時間だと私はいろいろ考えて最終的に私はそう思います。だから自分で考えてみて、自分で考えた後にその結論に行き着くのが多分一番いいと思うので、皆さんも自分で考えてみてください。どういう風に人生を生きたいのか、自分のために生きたいのか、周りの人から認められたいっていう方が大きいのか。で、周りの人の期待とかいつも変わるし、時代によって流行も変わるし、何が美しいかっていうのも変わるから、本当に周りの人に、あの子可愛い、あの子はすごいって思われるために生きるっていうのはね、時間とね、労力の無駄だと私的にはね、思います。なんで他人の視線とか他人からどう思われるかっていうのを気にするっていう思考を排除するのが大事かっていうと、結局美しいっていうのはすごいレラティブ、相対的なものだと思うのね。で、絶対的な美っていうのは、あるかもしれないけど、人に関して言ったら、人って外見だけじゃなくって、オーラっていうかその人が持ってる雰囲気とか、バイブスとか、この喋り方、挙動の仕方とか、そういうの全部ひっくるめて人だから、もしかして外見が完璧な、もうマネキンみたいに完璧な人がいても、その人が無言で何も喋らなかったりとか、あなたが好きになれない喋り方とか考え方だったら、見た目は美しいと思うかもしれないけど、その人の本当に美しい人間だなとは思わないわけ。そう。で、美が相対的って言ったのは、外見の美でも、人間に関して言ったらみんな人それぞれ好みが全然違うから。例えば私はビヨンセがすごい美しいって思っても、あなたは、ビヨンセは別に美しくないって言うかもしれない。結局そういうもんだから、そこを頭に置いて、っていうのも日本で生まれ育ったらそれがすごい難しいのね。なんでかっていうと、私これ何回も私のチャンネルで言ったんだけど、日本人ってもともと単一民族の国なので、日本人しか元からほぼいなかった国だから、他の欧米諸国みたいにいろんな人種が混ざってて、白人もいて黒人もいてアジア系もいて、でみんなそれが混ざり合ってみたいな、そういう国じゃないので、他人と自分は違う
全く別の人間っていう、そういうアイディアを持ってない人が多いんだよね、すごい日本には。だから例えば、そのアイドルとか、なんか女優さんとか誰でもいいけど、日本ですごい美しい可愛いってされる人って、みんな系統が似てたりとかして、肌は大体こういう色で、髪はまあ大体こういう色で、こういう感じでみたいな。そんなに多様性がないから、多様な美を受け入れる、キャパシティっていうか、があんまりないんだよね。そういう経験があんまないから。なので、みんな同じような美を目指したがる。まあ、可愛い系だったらこの人、綺麗系だったらこの人。だから私、可愛い系が好きだから、そしたらこういう顔を目指さないとみたいな感じに、無意識なとこでそうなるのね。まあ、脳でこう、無意識なとこで操作されるんだと思う。まあいや、それで話は戻って。だから結局、美っていうのは絶対的なものじゃないから、一人一人それぞれの美しいと思うものは違うのね、相対的。だから最終的なゴールは自分が自分を美しいって思えるかどうか。自分が、まあ、美しいって思えなくても、鏡で自分を見た時に自分の顔とか体とかを見て、別に大好きとまでいかなくてもいいけど、受け入れられるっていうか、好意を持てるようにするっていうのがゴールなので、だから他人から可愛いって思われようっていう、その感覚をまずちょっと置いておいた方がいい。まあそれも自分で自分のルックスを好きになるためには必要な条件かもしれないけど、それが大部分を占めたらダメなので、自分が自分を好きになれるかどうかが一番大事。だって最終的に私が本当に思うのは、自分で自分のルックスを好きって思えてる人、自分で自分のことを認められてる人、要するにが最終的に一番美しいと思う。で、そういう種類の美しさって年をとって外見がこの衰えても長続きする美しさだと思うのね。それはなんか自分の中身から来るもので、自分の精神というかメンタルが満たされてるから出る美しさなので、そっちの方が一番大事だから。で、他人からどう思われるかを気にするのをやめたら、ファッションでもメイクでも本当に自分が好きなものを自由にできるようになるから、それもすごく大きく助けるのね。自分のルックスを好きになるのと私は思うので、まあ、その話はまた今からその話にまた戻ってきます。で、その次はね、諦めること。自分以外の誰かになるのを諦める。まあ、最近本当に日本だけじゃないよ。世界中で整形がすごい流行ってて、私個人的には別に整形するのは全然悪いことと思わないのね。だってやっぱり外見がさ、いい人は絶対得すると思うし、本当にロジカルに考えて。諦めるっていうのは、自分は自分だって諦めるってこと。だから、他の誰かみたいになりたいって思うのをやめること。だってもう無理だもん。だって自分は自分だしさ、本当に。他人誰かになりたいと思う方がね、辛いっていうか大変だよ、絶対。絶対そっちの方が大変だから。例えば私がさ、誰でもいいけど、じゃあ前田敦子ちゃんみたいになりたいと思ったら、じゃあ目も変えなきゃいけない、鼻も変えなきゃいけない、口も変えなきゃいけない、髪型も変えなきゃいけない、足も細くしなきゃいけないとか、もう、大変じゃん、それ。大変だし、しかも結局なったところで、最終的にそのルックスって衰えるもんだから、誰でも。10代とかの時は考えてなかったけど、でも確実に年は取るし、で、年を取ったら肌とか体型とかいろんなものが変わるから、まあちょっとずつだけど絶対変わってくるので、そのロールモデル、目標にする人を持つのは大事と思う。そのインスピレーションを受けるためにね。でもインスピレーションを受けるだけに留めておいて、結局は自分自身のスタイルを見つけないと自分で自分のことを好きになれないから、自分でどうやったら自分のことまあルックスも含めて自分のことを好きになれるかっていう方法を探すっていうのが一番のゴールだと思うので、もうそっくり誰かみたいになりたいって思うのをまずやめないといけない。もしも例えばアイドル歌手とかのファンで、もうその子みたいになりたいでずっと思ってるんだったら、それは多分、あんまり健康的に良くないんじゃないかなって思う。なんか難しいし、だって。なんか自分にもう無理難題をさ、なんかインポッシブルな無理難題をふっかけて、プレッシャーをかけてっていうのは、多分どっかで絶対ストレスがかかってるし、だって不可能だからね。だから、それはやめて、自分は自分だって諦めつつ受け入れて、で、もしもそれで、こんな私受け入れなきゃいけないのガーンって落ち込む人になったら、まあ、とりあえず笑い飛ばす。本当に人ってルックスだけじゃないから、ルックスって言いつつも、その人の内面とか雰囲気とかオーラとか、そういうのがすごい人が人を好きになるには、とか、人がある人を魅力的だなって思うのには、すごいそういったことも関係してるから、本当にルックスだけじゃない。しかも、ルックスだけで誰かを好きになる人なんてさ、もしいたとしても、まあその人なんて、まあその程度よ。その程度だから、なんかかわいそうやな、そういう人って思って流せばいい。やけん、自分は自分にしかなれないから、自分を好きになる方法を見つけるしかない。っていうのはもう決定事項ってことを
覚えておくほんで次は、人によっても差があるかもしれないけど、ファッションとかメイクをなんか楽しむ、もっと追求してみること、自分の好きなスタイルはどんななのかとか、自分のルックス、顔とか体型とかが良さが最大限に引き出されるようなスタイルはどんななのかっていうのを追求するのはすごい楽しいと思う。日本に生まれ育ってきた方で自分のルックスを好きになるのに苦戦してるんだったら、日本の雑誌を見るのを一回やめてみたらいいと思う。外国製の、中身も外国製の、外国語で書かれた、そういうファッション雑誌だけを見るようにするのもすごい手だと思う。なんでかっていうと、日本の雑誌は情報量がすごいし、すごいスタイルについてのさ、説明とかもすごいしてあって、情報ソース的には素晴らしいんだけど、なんかさ、ファッションって本来、なんか自分のスピリットっていうか、自分の中から来るものを表すもの、自分の気分に合ったものを着て幸せって思えれば、ハッピーだなって思えれば、それでいいもんなのね。それで完結していいものだと私は思う。けど、日本の雑誌にはその説明とかが多い分、なんか押し付けがましく感じちゃう。OL だったらこういう格好しなきゃいけない。可愛い系のなんか20代の大学生だったらこういう格好しなきゃいけないみたいな。説明書きが多いことによって、こういうのがいけてるんだなっていう、なんかすごい自分がなんか授業に行ってさ、こう、レクチャー聞いてるみたいな、そういう気分になるから。だからファッションが全くわかんないからもうどうしていいかわかんないって人にはいいかもしれないけど、ある程度自分の好みが、誰にでも好みはあるから、そういう人はもうなんかその外国の雑誌とかで説明とか全くなし。外国の雑誌そんなにないからね、説明。俺だからこれを着ろとか、大学生はこれを着ろみたいなのとか全くないから、だからもっとインスピレーションになる。その自分でこのコーデは好きだけど、じゃあ私が実際に仕事場で着るんだったらどういう風に着れるかなとか、自分でこう考える余地があるから、それがすごい鍛えられると思うのね。自分が本当に何を好きかっていうのを自分の頭の中で編み出すっていう訓練になると思うから、だからそういった面で外国の雑誌はいいと思うので、それをお勧めします。なんか私も日本にいる時日本の雑誌すごい好きで読んでたけど、大学ぐらいでやめたかな。もうなんか疲れてもっとそのルールを取っ払って自分の好きなものを楽しんだらいいと思う。本来自分自身のカラーとかスピリットをうまくファッションに反映してる人が魅力的だと私は思うので、本当にそう思う。やけん、自分の本当に好きなメイクとかファッション、スタイルを自由に追求してみたらいいと思います。自分の納得いくっていうか、自分が一番心地いいって感じるスタイルの追求をするのはすごいおすすめです。ごめんね。いえいえ。そして一番最後になるんですけど、これもう今まで言ったことの総括って感じなんだけど、絶対いつも自分の味方でいること。例えばなんか自分のルックスがまだ好きじゃない時に誰かすごい美しい、女優さんとか歌手とか、モデルとか、この人すごい可愛いな美しいなって思う人の写真とか見て、自分とさ無意識に比べちゃうじゃん。で、なんで私こんなにダメダメでっていう気持ちになる瞬間って誰でもあると思うけど、その時にそういう気持ちになっちゃうのは自然なことだと思うからしょうがないけど、その状況にずっといないこと、絶対そこから抜け出ないといけない。自力でどうにかして自分の敵に回るっていうのは一番辛いしきついし大変だし、自分にとってきついから、それは一番しない方がいいこと。それをしながらずっと行くのはすごく心身ともに負担がかかると思うので、それは絶対しちゃダメ。自分と他人を比べてしまい、自分でダメやなって落ち込む瞬間があるかもしれないけど、そんな時でも自分の味方に立ってあげること。もう自分はあなたが守ってあげなきゃいけない唯一の人間だから、最低限ね。だから友達とか家族とか恋人とか以前に、あなたはいつもあなた自身を守ってあげないといけない。味方になってあげないといけない。たとえ他の人みんなが敵でも、あなたはあなたの味方でいないといけないから、だから本当に可愛がってあげる。例えばあなたのペット飼ってるとして、犬飼ってるとして、どんなことがあってもさ、あなたのペットは可愛いやん。ちょっとわがまま言っても可愛がってしまう。ついつい。だけど自分を自分にとってそういう存在にしてあげるっていう感覚が私はすごい大事と思います。そしたらいつも何かあっても自分を慰めてあげられるし、落ち込んだ時とか自分が失敗した時でも、もちろん反省は必要だけど、しょうがないね、よしよし。みたいな、次頑張ろう、なんかいい方法を探そうって自分で自分を慰めてあげるみたいな、そういうマインドセットも大事だと思うし、で切りましょうか。自分が唯一のあなたが死ぬまで一緒にいなきゃいけない人間だから、本当に自分のことを愛さないといけないと思う。
ていうか愛さなかったら辛いからね、何十年間も。そうで、結構ルックスの話しながらも、その自分自身の性格とか自分自身を好きになるみたいな話になっちゃったけど、でもルックスを好きになるのと自分自身を好きになるっていうのはすごい近くて、だってまあ自分自身を好きになるっていうのはまあルックスも含まれると思うので、すごい関係してるから。だからどんなことがあっても自分の味方でいる、自分を肯定する、そうそう、自分に対してイエスっていう。カメラが熱くなって電池切れちゃった。OK。いつも自分を肯定してあげる、自分に対していいぞ自分、イエスっていう肯定するサイドに立つっていうのは、自分のルックスを単純に好きになることにおいてもすごい私は大事だと思ってます。やっぱり外国に行って違う文化に触れると、なんかそこに住んでる人たちは自分を肯定したりとかするのがすごい上手かったりして、私スペインに初めて留学した時に、なんか自分のことをみんなこういう風に愛してるんだなっていうのを初めてこう目で見て学んだ気がする。だから本当にそういった意味も含めて、なんか若い時に日本で生まれ育ったんだったら日本以外の国に出てみて他の文化を見ること、自分が生まれ育った以外の国に行ってみることはすごいいい刺激になると思うし、何かしら絶対ちっちゃくても学ぶことがあると思うのでおすすめです。では今回これで終わりたいと思います。見てもらってどうもありがとうございました。また次のビデオでお会いしましょう。じゃあねー、あずでした。ちょっと今日グロスがついてるからあんまってできなかった。てかこのなんだろう、トゥーフェイスのベターザンセックスマスカラすごい高いんだけど全然ね良くない。なんかあんま好きじゃない。これすごいダマになる。3000円ぐらいするんだよこれ。高いね。